皆様こんにちは、セリナです。今回は2月14日発売、トム・フォード・ビューティー2025ランウェイコレクションよりアイカラークオードの新色47オリーブスモーク48ピーチグラマーリップカラーの新色を含む4色ブローペンシル03チェスナッツをトム・フォード・ビューティー様よりギフティングいただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの職を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではトム・フォード・ビューティーの新作コレクションをレビューしていきますので、このコスメはどのパーソナルカラータイプの方におすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実際に試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように説明していきますので、少しでもコスメ選びのお役に立てたら嬉しいです。また次回の動画ではなりたいイメージに近づけたり、どのパーソナルカラータイプの方にも似合わせやすくなるようなこちらのアイシャドウを使いこなすメイクパターンをご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。トム・フォード・ビューティー2025ランウェイコレクション。トム・フォードのランウェイにインスパイアされたアイシャドウ&リップ最新色。リュクスな印象を引き出す絶妙な色味に上質な生地のような究極のツヤ感で、ヌーディーなメイクをも大人の艶やかな印象に仕上げる2種類のエロティカヌードルックを精密なストロークが一本一本かける新ブローペンシルとともにお楽しみください。ご紹介するのはアイカラークオードの新色47オリーブスモーク。48ピーチグラマー。リップカラーの新色14セーブルスモーク20インバイトオンリー。既存の人気色 N2 ドルチェ N3 ウエストコースト、そして新作のブローペンシル03チェスナッツ。それではまず新作のブローペンシルを使って眉を仕上げていきたいと思います。今回は03のチェスナッツという少し明るめのブラウンカラーを試しさせていただきます。まず反対側についているスクリューブラシを使って眉の毛流れを整えていきます。少し硬めのスクリューブラシなので一息もしっかりコントロールできますね。ではペンシルを使って眉の輪郭部分を描いていきます。細くて硬めのペンシルなので決まった位置にラインを取りやすいですが、肌に乗るとパウダリーな質感に変化するので線にならずに自然なアイブロウを仕上げられます。こんな感じで細いラインも綺麗に描きやすいです。はい、こんな感じに仕上がりました。細くて少し硬めのペンシルなので眉尻も綺麗にラインを取ることができます。ふんわり自然に馴染む硬すぎず柔らかすぎない質感なので立体感もあり柔らかい印象も残してくれていてすごく使いやすいです。03のチェスナッツは少しオレンジのニュアンスを感じられるようなブラウンカラーなので自然に明るさを仕込みたい時にも使いやすそうだなと思いました。続いてはリップカラーの新色含む4色をご紹介していきます。それぞれをパーソナルカラーに分けると、新色の14セーブルスモークは
イエベ春におすすめ。明るく淡いミルキーオレンジベージュ。黄みがあり、淡いカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。続いても新色20、インバイトオンリーはイエベ秋におすすめ。黄みの強いレッドカラー。黄みがあり、はっきりしたカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ストロングオータムにおすすめ。続いて既存色の N2 ドルチェはブルベ冬におすすめ。深みのあるパープルレッド。青み、深みがある濃いカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ディープウィンターにおすすめ。続いても既存色 N3 ウエストコーストはブルベ夏、イエベ秋におすすめ。黄みにも青みにも寄りすぎないくすみピンク。イエローベース、ブルーベース問わず、くすみカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、ミューティッドオータムにおすすめ。それでは1色ずつ唇の上に乗せてご紹介していきたいと思います。まずは新色の14、セーブルスモークです。唇の上に乗せるとこんな感じです。カラー自体は柔らかいミルキーオレンジベージュですが、発色がしっかりしているので、唇の上でも白浮きすることなく使いやすいです。近くで見るとこんな感じで、滑らかでクリーミーなツヤ質感がしっかり唇全体を覆ってくれます。ヌーディーなオレンジ系のベージュリップをお探しの方にとてもおすすめです。かなり滑らかな質感なので、発色はしっかりしていますが、乾燥が気になる時にも問題なく使いやすいです。続いても新色の20インバイトオンリーです。唇の上に乗せるとこんな感じです。はっきりしたレッドカラーがそのまま唇の上に乗ってくれます。こちらもかなり高発色なタイプですが、やはりクリーミーな質感なので、色ムラになることなく綺麗に均一に塗ることができました。黄み系のレッドカラーをお探しの方にとてもおすすめです。続いては既存色の N02 ドルチェです。唇の上に乗せるとこんな感じです。手元で見た時と同様に鮮やかさと深みを両立したカラーですが、唇の上に乗せるとそこまでパープルに寄りすぎている感じがしないので、意外と肌から浮かずに使いやすいなと思いました。上品な深みカラーがトム・フォードらしくて素敵です。鮮やかだけれど落ち着いたカラーを探しているという方にとてもおすすめだなと思います。最後は既存色の N3 ウエストコーストです。唇の上に乗せるとこんな感じです。こちらはカラーの発色をしっかり楽しめるタイプですが、くすみが効いているので、血色は出しつつも落ち着いたニュアンスが感じられて、とても今っぽいカラーだなと思いました。いつものメイクに自然にアクセントを加えたい時に大活躍してくれそうです。いろいろなメイクに合わせやすいくすみカラーをお探しの方にとてもおすすめだなと思います。では、ここからはアイカラークオードの新色47のオリーブスモークをご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春におすすめ。ゴールドベージュのベースにゴールドやピンクの微細なラメとパールが贅沢に輝きます。黄みがあり、明るいカラーが得意な方に使いやすいです。ベースの仕込みやアクセントとして、イエベ春タイプの方全般におすすめです。続いて右上はイエベ秋におすすめ。落ち着いたベースにゴールドとレッドの微細ラメがぎっしり詰まったカラー。黄み、深み、落ち着いた色味が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、単色塗りならディープオータム。締め色としてはイエベ秋タイプ全般におすすめです。続いて左下はイエベ秋、ブルベ冬におすすめ。
ブラックに近い深いカーキのベースにゴールドとレッドの大粒ラメがアクセントになるカラー。黄身、青み、どちらの要素も兼ね備えています。イエローベース、ブルーベース問わず、深みのある濃いカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ディープオータム、ディープウィンターにおすすめ。最後右下はブルベ冬におすすめ。ソフトマットなブラックカラー。黄身のブラウンが苦手な方の締め色や、コントラストや深みが得意な方の締め色におすすめです。それではパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まず左上のカラーです。トムフォードのアイシャドウはとにかくこのツヤがものすごく綺麗ですよね。パールのツヤの上にさらに微細なラメが輝く感じがするので、濡れたようなツヤを演出してくれます。1色目単色塗りだとこんな感じです。手元で見た時よりもさらにベースのゴールド感がしっかり際立っていて、とても華やかな目元に仕上がります。パールのツヤの上に微細なラメがメタリックのように光るので、濡れたようなツヤツヤな目元に仕上げてくれます。粉質はとてもしっとりとしています。続いて右上のカラーです。1色目も同様にかなりしっとりした粉質でツヤがたっぷりです。結構深みが出るので、1色でも陰影をつけてくれますね。1色目単色塗りだとこんな感じです。落ち着いたカラーの上にゴールドのラメが輝いてとても華やかです。中に入っているレッドのラメはまぶたの上にのせるとかなり馴染んでいますが、レッドが入っている効果でくすみすぎない印象に整っているのかなと思います。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは先ほど塗った2色目よりもさらにグリーンのニュアンスが強いカーキカラーですね。ダークなカーキがとても大人っぽいです。はい、3色目単色塗りだとこんな感じです。手元で見た時はダークに近いようなカーキなのかなと思いましたが、まぶたの上にのせるとラメの明るさも相まってグリーンの要素をしっかり感じられるカーキに発色しました。青み寄りのカーキカラーなので、イエローベース、ブルーベース問わずに深みがあるカラーが得意な方にとても使いやすそうです。ゴールドのラメが目にキラッと輝くところもとても素敵です。最後、右下のカラーです。こちらは今回のパレットの中で唯一のマットタイプですね。粉質はかなりしっとりしていますが、指で塗ってもベタッと色がつく感じがしないので、とても調整しやすいです。スモーキーなメイクの締め色として大活躍してくれそうですね。はい、4色目単色塗りだとこんな感じです。指でもこのくらい柔らかく調整できるようなしっとりしていますが伸びのいい粉質でした。パールやラメは全く感じないマットタイプです。透け感が残る発色だからか、ブラックというよりも少し青みのニュアンスを感じられる深いネイビーのような感覚でも使えます。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。では、ここからは47オイルブスマーク、全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、ワンマフターのアイホール全体にのせていきます。今回はこの深みとカーキのニュアンスがとてもキーになっているパレットだなと思ったので、今回のメイクではこのカーキカラーをメインにしっかり使っていきます。発色はしっかりしていますが、ラメが効いているので意外と使いやすいです。続いて右下のカラーを指に取って、ワンマフターの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらも指で塗ってもグラデーションを作りやすい粉質になっているので、指塗りをしてしっかり深みを出していきます。コントラストや深みがお好きな方にとてもおすすめな2色です。続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に左上のカラーを指に取って、
上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。深みのあるカラーをベースに仕込んでおくことで、このパールのツヤと贅沢なラメのツヤめきをしっかり楽しめます。47オリーブスモーク。全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。こちらのパレットはダークなスモーキーカラーとカーキのニュアンス、そして贅沢なパールとラメのツヤめきがとても綺麗だなと思ったので、この3つの要素をしっかり感じられるメイクに仕上げてみました。ベースにはカーキとブラックでしっかり目元にコントラストをつけた上に、最後に明るいツヤカラーを仕込むことで、こちらの贅沢なツヤめきをしっかり楽しむことができます。全体的にかなり深みがあって発色のいいカラーで揃っていますが、指で仕上げても綺麗なグラデーションになるところがさすがの粉質の良さだなと思いました。リップは新色の14セーブルスモークを組み合わせています。引きで見るとこんな感じです。続いても新色の48ピーチグラマーをご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春におすすめ。ほんのり黄みを帯びたベースにゴールドとシルバーのラメが艶めきます。明るく淡いカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、単色塗りならライトスプリング。ベースの仕込みやアクセントとしては、イエベ春の方全般におすすめです。続いて右上はウルベ夏におすすめ。明るく淡い青みピンクのベースにピンクとシルバーの微細ラメがきらめきます。青み、淡いカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトサマーにおすすめ。続いて左下はイエベ春におすすめ。明るいオレンジにパールが面で光るツヤカラー。黄みがあり、明るく華やかな色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。最後右下はウルベ夏におすすめ。ふんわりマットの黄身ブラウン。ブルーベースの方、柔らかいニュアンスのメイクが得意な方の締め色ブラウンとして使いやすいです。それではパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして、実際の質感やカラーをご紹介していきます。まず左上のカラーです。こちらも先ほどご紹介した47のパレットと同様、贅沢なパールのツヤの上に微細なラメが輝いて、濡れたようなツヤを演出してくれます。カラーが淡いので、先ほどのパレットよりもより自然に仕上がりますね。1色目単色塗りだとこんな感じです。手元で見た時よりもベースのカラーに黄身のニュアンスがしっかりと感じられます。上にゴールドとシルバーの微細ラメが輝くので、明るさの中に透明感も感じられて可愛いです。ナチュラルなツヤカラーを楽しみたい時におすすめですね。続いて右上のカラーです。こちらも反対に塗っているカラーと同じくらいニュアンスが淡くて、パールやラメもしっかり感じられますね。こちらのパレットは先ほどの47よりも全体的に柔らかい発色な感じがします。はい、2色目単色塗りだとこんな感じです。かなり明るいピンクベージュのベースにシルバーのパールとラメがキラキラ輝きます。シルバーが光をキャッチしてかなり明るくきらめく目元に仕上げてくれます。艶やかで柔らかいニュアンスの目元に仕上げたい時に可愛いですね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。3色目は上の2色よりも発色がはっきりしていますが、やはりこちらもそこまで強く深みがある感じではなくて、明るく艶やかな印象に仕上がるオレンジですね。はい、3色目単色塗りだとこんな感じです。パレットで見るとこちらのカラーなので、オレンジニュアンスのベージュカラーに発色するかなと思いますが、まぶたの上にのせると結構しっかり鮮やかなオレンジを楽しむことができます。黄身を感じるオレンジですが、角度によってシルバー系の微細ラメが輝くところが程よく透明感をプラスしてくれてとても可愛いです。最後、右下のカラーです。
ちらはこのパレットの中唯一のマットタイプですね。こちらもかなり粉質が柔らかいので、指でもふんわりグラデーションをつけることができます。まぶたの上にのせるとより赤みをしっかり感じられるブラウンですね。4色目、まぶたの上にのせるとこんな感じです。かなり粉質がふんわりしていて柔らかいシュメ色なので、コントラストが強いメイクが苦手という方にもとても使いやすいと思います。結構赤みをしっかり感じられるブラウンに発色するので、柔らかい目元に仕上げたい時に可愛いです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それではピーチグラマー全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。このパレットの中で一番鮮やかなカラーだったこちらのオレンジを今回はメインに使っていきたいと思います。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にシメ色としてのせていきます。かなり柔らかいブラウンなので、明るいオレンジと組み合わせてもこんな感じで、オレンジの華やかさを消さずに目元を締めてくれます。続いて左上のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から全体にかけていきます。オレンジの上にピンクを重ねると、オレンジに透明感が出てとても可愛いです。48ピーチグラマー全色を使ったメイクが完成しました。今回のパレットは黄身のカラーと青みのカラーのバランスがよく配置されているなと思ったので、ベースに鮮やかなオレンジを仕込んだ後、シメ色と上から重ねたアクセントは青み系のカラーを使って透明感あふれるオレンジメイクに仕上げてみました。全体的に明るいカラーが揃っているパレットなので、パールとラメのツヤめきもより感じやすいです。明るくツヤツヤな目元に仕上げたい時にとても可愛いパレットだなと思います。リップは既存色の N3 ウエストコーストを組み合わせてみました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで2月14日発売トム・フォードの新作コレクションをご紹介していきました。やはりトム・フォードのアイカラーコードは大人気のアイシャドウなだけあって、唯一無二のツヤ感がものすごく綺麗でした。スモーキーな深みを感じられる47と明るい艶やかさを楽しめる48、どちらもとても可愛かったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。